今回はウィグラーパネルについて解説します。まずその前にウィグルという言葉の意味ですが、小刻みに動くというような意味の英単語です。ということでウィグラーパネルはオブジェクトを不規則に揺らすことができる機能です。普段ウィグラーパネルは使っていますか？正直使ったことないですね。ウィグルならエクスプレッションでよく使用することが多いです。ウィグルといえばエクスプレッションがよく使われますよね。ではエクスプレッションのウィグルから見ていきましょう。エクスプレッションとは数式によってパラメータを制御する機能です。ウィグルを使用するにはエクスプレッションの入力欄にウィグル XY と入力します。 X が周波数、Y が振幅です。わかりやすく言い換えますと、揺れのスピードと揺れの大きさです。位置のパラメータのストップウォッチをオルトを押しながらクリックします。ここにウィグル5カンマ50と入力します。再生します。これは1秒間に5回最大50ピクセルの範囲でランダムに揺れるという指示です。数値を変えたものを比較してみましょう。周波数と振幅の数値を変更した時の結果です。右の2つが周波数の数値を大きくした時のアニメーションです。右の2つは揺れのスピードが速くなっていますね。そして下の2つが振幅の数値を大きくした時のアニメーションです。下の2つは揺れの大きさが大きくなっています。エクスプレッションのウィグルはよく使うのですが、ウィグラーパネルはどう違うんですか？基本的に同じですが、どちらもメリットとデメリットがあるので、それを理解していきましょう。では早速使っていきましょう。レイヤーを複製してエクスプレッションは削除します。先ほど使ったエクスプレッションのウィグルのレイヤーは非表示にしておきます。それではウィグラーパネルを見ていきましょう。こちらがウィグラーパネルです。今の状態では適用のボタンが暗くなっていて、ウィグルをかけることができません。ウィグラーパネルは2つ以上のキーフレーム間にキーフレームを自動で生成する機能です。なのでまず使うには2つ以上のキーフレームを打つ必要があります。今回は位置を揺らしたいので、位置の最初と最後にキーフレームを打ちます。同じ値のキーフレームで構いません。この2つのキーフレームを選択します。ウィグラーパネルには周波数と強さというパラメータがあります。これは先ほどのエクスプレッションの周波数と振幅のパラメータに該当します。では先ほどと同様に周波数に5、強さに50と入力します。パラメータの適用先の項目を展開します。空間パスと時間グラフを選択できます。空間パスとはモーションパスのことです。位置とアンカーポイントのような座標のプロパティに適用するときは空間パスを使用します。今回の場合、位置に適用するので空間パスを使用するってことですね。その通りです。その他の回転などのパラメータは時間グラフを使用します。スケールや回転、不透明度は時間グラフを使うということですね。その通りです。その下のノイズの種類はスムーズとギザギザから選択できます。ウィグルによる揺れのアニメーションを滑らかにするかカクついた動きにするかです。こちらはスムーズとギザギザを比較したものです。モーションパスのハンドルに注目してください。空間パスを選択して適用した場合はこのようにモーションパスに違いが出ます。スムーズにした時は軌跡が滑らかになっていますね。ちなみに回転などのパラメータに適用した場合はどういう違いが出るか見てみましょう。スムーズにして適用するとキーフレーム速度の入る速度と出る速度が同じ数値になるため、よりスムーズな動きになります。速度グラフを見てもスムーズにした時の方が滑らかなグラフになっているのが分かりますね。要するにスムーズのウィグルは動きが滑らかになりますので、自然なカメラの手ブレなどに適しています。反対にギザギザは動きが激しくカクカクとした変化になります。グリッチや点滅など不規則な表現に適しています。なるほど。今回はスムーズにしておきます。次の次元の項目は揺れをどの次元に適用するかです。現在全次元個別になっていますが、これは X 軸 Y 軸に個別のランダムな揺れを適用します。全次元同じというのは全ての次元で同じ揺れを適用します。 X と Y に同じ数値が入るので斜めに動くことになります。あとはそれぞれ X 軸 Y 軸のみに揺れを適用するというものです。では今回は全次元個別のまま適用してみましょう。すると選択したキーフレームの間にキーフレームを生成します。再生します。同じようにウィグルをかけられましたね。先ほどのエクスプレッションのウィグルと揺れ方を比べてみましょう。全く同じではないですが、揺れのスピードと大きさはだいたい同じですね。それでは再びエクスプレッションのレイヤーの方を表示します。エクスプレッションは計算式によって自動で動かす機能です。なので非破壊編集で数値を管理しやすいのが最大の魅力です。数値を変更すれば揺れを簡単にコントロールできるのがいいですね。まずエクスプレッションの方がアニメーションの試行錯誤が圧倒的に楽です。例えばここに左から右に動くようなキーフレームを追加します。エクスプレッションを使えばキーフレームアニメーションを活かしながらレイヤーを揺らすことができます。
ビブルと位置のアニメーションが分けられているのも整理されていていいですね。ただしエクスプレッションは自動で動かす機能がゆえのデメリットもあります。このコンポジションにレイヤーを追加してみましょう。追加するレイヤーは何でもいいですが、今回は塗るレイヤーを追加します。すると揺れ方が変わっているのが分かります。これは乱数の決定にレイヤーのインデックス番号などが関わっているからです。インデックス番号。このレイヤーの番号のことです。ウィグルをかけた全てのレイヤーが同じように揺れたら逆に困りますよね。それを避けるためにレイヤー番号によってランダムに揺れるようになっているんです。要するにエクスプレッションは決まった動きを作るのに向いていないんです。コンポジション内にレイヤーが増えただけで動きが変わってしまうということは、作業中にコロコロ動きが変わっているということですもんね。厳密に言うとそうなります。なので動きを確定したい場合にはエクスプレッションをキーフレーム化する必要があります。右クリックでキーフレーム補助からキーフレームに変換を選びます。このようにエクスプレッションをキーフレーム化すれば、レイヤー順が変わってもアニメーションは動きません。最終的にキーフレーム化するのであれば、ウィグラーパネルを使う方が合理的とも言えます。ではウィグラーパネルでウィグルをつけたレイヤーも同じように左から右に動かしてみましょう。一度キーフレームを全て削除します。左から右に動くようにキーフレームを打ち直します。この2つのキーフレームを選択してウィグラーパネルでウィグルを適用してみましょう。すると同じようにアニメーションを活かしながら揺らすことができました。キーフレームを一度削除しなきゃいけないのはデメリットですね。おっしゃる通りです。アニメーションを伸ばしたいなどの修正も簡単にはいきません。良くも悪くもアニメーションが確定してしまっているので不便な面も多いです。なのでこのような揺れの場合はエクスプレッションがいいと思います。ではどんな時にウィグラーパネルを使うんですか？一言で言うと、計算式では説明しきれないような動きに手動の調整が必要な時です。モーションパスやキーフレーム間の補完の調整はエクスプレッションではできませんからね。その一例としてこのような衝撃演出を作成したいと思います。このようなアニメーションはよく使うことが多いと思います。どちらもやることは全く同じです。今回は画面奥から画面手前の壁にぶつかるアニメーションを作業していきます。まずイラストのレイヤーの 3D スイッチを入れておきます。0フレームで1の Z 軸の値に5000と入力してキーフレームを打ちます。6フレームで Z 軸の値をマイナス1300にして画面の手前に移動します。9フレームで Z 軸の値をマイナス900にします。11フレームで元のポジションに戻します。モーションブラーをオンにしておきましょう。再生します。イラストが画面手前にバウンドするような基本アニメーションができました。ここに衝撃による揺れを加えましょう。壁にぶつかってバウンドしたところの2つのキーフレームを選択します。ウィグラーで周波数30、強さ50にします。ノイズの種類をギザギザにしてウィグルを適用します。最後の11フレームのキーフレームから3フレーム後にキーフレームを打ちます。この2つのキーフレームを選択して周波数30、強さ5でウィグルを適用します。再生します。衝撃の軌道がおかしい部分は手動で調整します。このように手動で微調整できるところはキーフレームの便利なところですね。エクスプレッションではできない部分ですね。再生します。ウィグルによる衝撃を与えることができました。ではこのようなガラスの画像をインポートします。 3D レイヤーにしてモーションブラーをオンにします。イラストの手前に来るように1の Z 軸の値にマイナス1350と入力します。描画モードをスクリーンにします。スケールを調整します。ガラスの画像をぶつかった6フレームで表示させます。再生します。ガラスにぶつかる演出が作成できました。ここにカメラを作成します。カメラの手ブレにエクスプレッションのウィグルを使いましょう。目標点にウィグルの周波数が 1.5、振幅が20、Z 回転にウィグルの周波数が2、振幅が 0.5 と入力します。再生します。カメラの手ブレを追加できました。それではカメラにもウィグラーパネルで衝撃に合わせて画面のシェイクを追加します。カメラの目標点に壁にぶつかったタイミングでキーフレームを打ちます。この2つのキーフレームを選択して周波数を10、強さを100でウィグルを適用します。再生します。やはりウィグルがあった方がリアルな動きになりますね。今回のような部分的に使う場合はウィグラーの方が便利に使えますね。あとは手動で動きを微調整する場合もキーフレームである必要があります。ただウィグラーは最初からキーフレームを生成するので後戻りはしにくいです。逆に今回でいうカメラの手ブレなんかはエクスプレッションの方が向いています。ずっと適当に揺れてるような表現のことですね。あとは揺れ自体にアニメーションをつけたい場合もエクスプレッションを使用しますね。揺れ自体のアニメーション？
揺れのパラメーターである周波数や振幅にアニメーションをつける場合です。先ほどアニメーションをつけたこの左から右に動くイラストでやってみましょう。キーフレームを削除して左から右に動くアニメーションをつけ直します。そしてエクスプレッションを再び有効にします。これでエクスプレッションのウィグルで揺れながら移動するアニメーションができました。ここに塗るレイヤーを作成してこれをコントローラーとして使います。コントローラー？このヌルにエフェクトのエクスプレッション制御からスライダー制御を適用します。名前を周波数とします。これを複製します。名前を強さに変更します。タイムラインでこのパラメーターを展開しておきます。エクスプレッションの周波数の部分を選択してピックウィップで周波数のスライダーに引っ張ります。こうすることで値を代入することができます。エクスプレッションの振幅の部分を選択してピックウィップで強さのスライダーに引っ張ります。こうすることで周波数と強さにアニメーションをつけることができるようになります。なるほど。では例えば0フレームで周波数と強さを0でキーフレームを打ちます。最後のフレームで周波数を5、強さを50にします。再生します。これでどんどん揺れが強くなるようなアニメーションがつけられました。これもビブラーパネルではできないことですね。いかがだったでしょうか。今回やったような衝撃の演出はよく使うので、ビブラーパネルを使ってみたいなと思いました。ビグラーパネルとエクスプレッションを臨機応変に使い分けるのがいいと思います。とっても勉強になりました。ありがとうございました。